はい、どうも、ジャルです。今週もエボニープレイ配信を始めていきます。ということで、ちょっとね、今日は、いつもと違ってね、月曜日の配信ということで、よろしくお願いします。ということで、今回のね、お品書き更新するのを全く忘れていたんですけれども、はい、タイトルの通り、RSS 還元また来いと、どう資源消費かというところ、そう。皆さんね、多分この最終日にね、その狙いを定めて、帳尻を合わせてた方って多いんじゃないかと思うんですよ。少なくとも私はそうで、あのいろんなね、リワードをもう急いでめちゃくちゃ開けて、なんとか、5B をね、達成できるみたいな感じになりました。ということで、先に還元イベント見ていこうかな。もう本当ね、今回、最も重要なイベントはもうこれでした。はい。消費還元イベントということで、ジェムとね、本来は今回スピードアップのターンだったんですよね。なのにもかかわらず、資源の消費還元がまた連続できたということでね。はい。基本的に資源の消費還元がね、一番美味しいんで、はい。これがね、また来るのはめちゃくちゃ嬉しいことなんですけれども、前回ね、私 10B を本当にギリギリで達成したんで、もう 5B さえね、達成が大変で、まあ、蓋を開けてみたら結構消費してるんですけど、これね、建設をね、軸に置くとね、絶対石材と鉱石使いすぎ問題になってね、ほんとね、難しかったですね。あ、としおさんこんばんは。コメントありがとうございます。ちょっとね、相変わらず、咳喘息が、治らずね、今薬を飲んでいるんですけども、全然咳出まくりなので、ちょいちょいミュートをしながらやっていきますが、5本ってなったらごめんなさい。あとね、ちょっと音量バランスを少し変えてみました。いじってみましたということで、BGM とね、声の、なんというか、割合みたいなのを変えたので、もしね、なんか聞き取りづらいとか、BGM がうるさいかもとか、声が大きすぎるとかね、なんかありましたら、コメントで教えてもらえると助かります。ボーイチさん、初の 5B 挑戦中です。資源箱は持ってるので大丈夫ですが、どう無駄を省くかが視野のしどころ。いや、そうなんですよ。そう。私は騎兵を無駄遣いしましたね。10とか11で育ててわざとアップグレードするみたいなね。もし、各ね、生産施設がまだ上げてないんだとしたら、その食料以外のやつを上げていくとね、食料が絶対含まれるので、全部上げる全部上げていくっていうのがいいんですけども、私、もうそもそも農場以外全部35になっちゃってて、もはや建設時上げようがねえってなってて、だからね、ピラミッドとかでね、もう終わっちゃいましたけど、ナポレオンの伝説、ここにあったピラミッドでね、レベル5とかにわざと、歩兵で行って歩兵を殺して、歩兵の蘇生で回復させると。でも結局、歩兵も鉄と鉱石使うんで、まあ、鉄と鉱石がね、消費がかさんじゃいましたね。あ、長谷川さんこんばんは。マサールさんこんじゃるはコメントありがとうございます。はい。ちなみに、画面を見ていただくとお分かりになるかもしれませんが、ちょっとね、レイアウトを変えてみました。右側にね、コメントが、表示されるようにしてみまして、というのもですね、YouTube って、ライブ配信終わった瞬間って、なんかチャットの多分解析かなんかが走って、しばらくね、出てこないんですよ。だから、すぐ、見返してくれた方とかってチャット映んないっていうのは前から、知ってて、なので、ちょっと、もうそもそもチャットを表示する。まあ、なんかね、文字の大きさとかがね、本当に見やすいんか問題はあるんですけれども、まあ、ないよりはマシかろうと思って、はい、右側にドラクエみたいなコメント欄が出るようにしました。あ、ホショルマンさん、ゴンジャルは数日前に35に上げることができました。消費還元1.5回分資源使ってた。おー、いや、そう、白35お疲れ様ですと、上げるの大変ですよね。
なんか一撃 3P 近く使うんだっけな。はい。消費還元1.5回分。そう、ほんとね、なんかまあ、ぴったりはね、もう難しいんで、もう仕方ないです。仕方ないと思います。いや、でもおめでとうございます。そう、K35 になったらね、とりあえず、研究も伸びるし、まあ、一番はね、これおすすめ、戦勝記念刀ですね。戦勝記念刀のこの将軍基本能力アップ、マジでめちゃくちゃ凄まじいんで、ぜひぜひ、まあ、ちょっと上げるの大変なんですけど、条件が厳しいんですが、上げてもらえるとね、いいのかなって思いますね。敏夫さん、最近 5B 消費してるんですけど、建物メインなんで、鉱石と石材だけ 400M くらいオーバーします。いや、そうなんですよ。いや、私も 5B で、終わらせる気だったのに、400どころか私1.1B 超えちゃいましたね。ちょっとね、これ本当に由々しき事態。そう、建物メインだとね、どうしてもそうなっちゃいますし、建物メインじゃなくても結局食料使う歩兵が石材と鉱石が必要になってきて、これはね、ちょっとね、どうしようもない問題。例えば、その同盟研究とかで、その食料消費のやつを選ぶんだとしても、こんなたかが知れてて、かといって、兵士の食料維持費を超えて兵士が食べる分にはこの消費に含まれないっていうね、えぐい問題がありますよね。で、ちょっと前は、同盟貯蔵庫の寄付、これはね、正面にカウン、消費にカウントされるんですけど、うちの同盟もうマックスになっちゃってて、で、これマックスになってんだよな。これ、なんか、レベル4とかに上がんないのかな、同盟。この前、同盟吹っ飛ぶ問題があったじゃないですか。レベル3同盟都市がレベル4同盟都市になるんじゃないかって、ちょっと密かに期待してるんですけど、どうなんですかね。はい、もう寄付先がないんですけれども。正治さん、消費還元 5B で揃えたかったけど、木材と構成が 6B いっちゃいました。ぴったり難しい。いや、ぴったりはもう無理だと思います。もう本当に、あの、もう最初から、はみ出る前提で、あの、はみ出た時に足らなくなるっていうのを避けるように頑張るみたいな、もうなんかね、そっちで、なんか、私は帳尻を合わせて頑張ってました。もうちょっとね、このバランス見直してほしいですよね。もうどこもかしこも食料が少ないって。しかもさ、食料の足らなさ、少なさが、ガクンと違うじゃないですか。もうなんか、食料だけあからさまに少なくなってる。なんなんでしょうね。これは、兵士が食べちゃうからかわいそうだと思って、こういう設計にしたんだとしたら、兵士が食べた分もちゃんと消費に反映させろっていうね、そんな感じがしますよね。富山さん、コンジャルは訓練画面が変更されてますね。あ、そう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 。はい、そう、訓練画面がね、変わりましたね。これね、久しぶりに、ちゃんとした素晴らしい UI の変更だと思います。はい、前までは、ここの矢印とかでね、やってたんですけど、なんか、これ、だるかったんですよね、これ。この、横にやるやつ。でも、ウィーンって、ウィーンっていくんで、これいいですね。これ素晴らしいですね。特に騎兵を T1 作る方多かったと思うんですよ。これね、開けたら勝手に T13 になって T1 に行くのにめちゃくちゃ大変と。で、これ実は偉くて場所覚えますよね、多分。これ1個やってみるよ。1人訓練しました。次、ちゃんと T1 からになるんですよ。これね、マジで偉い。本当に偉い。直近で作った兵の場所をちゃんと覚えてくれるっていうことで、これはもうね、T1 を増やすのにね、苦労されてた方はね、これ、朗報かなって思う。まあ、大体はね、ここの連打でやるかなとは思うんですけれども。はい。あとね、ブラックボックスだった、その相性のところがね、一部公開されましたね。
例えば騎兵だったら、歩兵を牽制し、歩兵に与えるダメージが20%アップします。とか、騎兵は射撃兵に牽制され、騎兵が受ける追加ダメージが20%アップしますということで、じゃんけんの関係ですね。射撃は騎兵に強くて、騎兵は歩兵に強くて、歩兵は、射撃に強いっていう、このじゃんけんのね、相性の関係がちゃんと表記されるようになりましたということでね。はい、20%ずつの相関がありますと。で、工場兵器がね、面白くて、工場兵器は互いに牽制し合いますと、与えるダメージが50%アップします。で、受ける追加ダメージが50%アップしますということでね、工場兵器はボンボコ殴り合うということで、まあ先にね、狙うのはどれかみたいな話で、そう工場兵器は工場兵器を狙い始めるので、はい。だこれね、計算式的にはどうなるんだろうなっていう感じなんですけど。とはいえ、こういうの公開されたのおもろいですよね。まあ、これはね、その多くの、例えば工場兵器って相手の工場兵器をぶっ潰した後、じゃあ次どこ狙うんだっけと、そこの係数はどうなんだっけっていうのがあってね、なんていうか、全部が見えてるわけじゃないんですけど、今日早速ね、エボニーウィキさんが、X でポストしてくださっていて、見えない部分のね、係数はこれですよ、みたいなのをね、わかりやすく画像で出してくれていたのでね、細かく見たい方は、エボニーウィキさんの、X のポストをご覧いただくといいのかなっていう感じがします。はい。でね、このトラップもね、表示が出てきたんですけども、トラップは相性の話、ここに出てないですね。はい。特に、出てないんですけど、トラップについては、もう前から、実はあって、ここね、科学院の研究の防衛に、そのトラップの火力上げるやつあるんですけど、例えばね、罠は歩兵に対する攻力アップ。だから、通常のトラップってやつ、罠ってやつは歩兵を狙いますと。で、次、石罠。岩シリーズですね。これは射撃兵に対する攻撃力アップということで、はい。はい、石罠飛ばすやつは射撃兵に狙っていくと。次ね、可能城。はい、これは、トゲトゲが、歩兵じゃなくて、馬に刺さるということで、騎兵に対する攻撃力アップ。で、火の矢の攻撃力。これは工場兵器に対する攻撃力といった形でね、一応、どの罠が、どの、なんだ、部隊を狙うっていうのはね、一応罠はね、前から情報は一応出てたといえば出てたので、あれなんですけど、気になってるのはね、ヒヤって射程距離1500しかないんですよね。はい。射程距離1500しかないんですよ。でも、ワークショップで見てみると、そう、13のカタパルトとかって、射程2178あるんですよ。そう、だから、まあ、殴りながらね、多分進んでいくんですけど、この2178から1500の罠が近づくまでに、もう工場兵器相当活躍するというか、工場兵器同士で戦い合うはずなんですよね。なんかその意味で、ヒヤってあんまり意味ないんじゃないかっていうのをね、私は勝手に思っています。はい、それだったらね、スピードが速い、すぐね、近づいてくる馬とか、歩兵をね、倒すために、この辺の、ヒヤ以外をね、作る方が、なんか、わーなっていいんじゃないかなって思ってたりしなかったり。これ、射程伸びんのかな、ヒヤ。いや、1500ですね。いや、そう、火力は高いんですけど、なんか、攻撃距離1500って、全然工場兵器に到達しませんが、これはいかにっていう感じで。はい、まあまあ、いいでしょう。はい、こんなところでね、なんか最近、なんだ、ちょっと UI の変更がね、いけてない時もありましたが、これは、素晴らしい変更ですね。ちょっと前にね、この武器庫上がった時も良かったですよね。16ができた時に、前はなんか上下の数字と種類の関係が
上下の位置逆だったんですけど、非常に分かりづらかったんですけど、これはね、そういい変化でしたし、個人的に一番いい変化はね、担当官のね、ここにね、募集要件がね、書かれるようになったので、これは本当に良かったですね。今までは、その数値の条件とか分かんなくて、一回こっち戻ってここを押して見るみたいなのやってたんですけど、まあ条件はね、あそこで見えるけど、結局効果はこっち見ないと分からないので、あの結局ここをね、見ないってことはないんですけど、はい。ただ、いざ設置、その選ぶぜっていう時のこの条件が見れるっていうのはね、非常にいい感じになりましたね。はい、ということでね、エボニーさん余計なね、リワード開くエフェクトとか作ったりしてましたけれども、いいね、UI の変更もしてるようで、素晴らしいことだと思います。さてさて、そう、資源還元のところの話をちょっとしてたんですけれども、いや、もう資源還元といえばね、はい、先週大きな変更がありましたね。安全資源。はい、安全資源の貯蔵量ということでね、なんかここに表示されるようになりましたけれども、はい、そう取っといたんですよね。保存済み。そう。安全資源機能調整の機能登場のお知らせということでね、まあ、ごちゃごちゃ書かれているですけど、これ、要は、同盟倉庫に保管できません。部隊は安全資源、食べられませんと。で、他のプレイヤーにも奪われませんとか、先に非安全資源が使われますとかね、書かれてるんですけど、これ何かっていうと、サブアカ対策だと思って、見ています。はい。サブアカとかでね、資源の箱を一気に開けて、攻撃させて、この溜まった資源を回収するっていうのを多分やってたと思うんですよ。だからユミルとかね、本当に大人気だったんですけど、ユミルが、リワードがね、分割されて、この安全資源箱っていうのにね、出るようになって、その、旨味が半減チックになったんですよね。はい。ということで、今回もね、うちのサーバーはユミルが多かったんですけど、他のサーバーで、ユミルの人気度が下がったみたいな話が、あの、ウォーリャー狙った方がいいぜみたいな話もあったみたいなんですけれども、そう、サブアカに、その資源をね、サブアカを利用して資源を回収するっていうことを少しできにくくしたような感じだと思いますと。で、これめっちゃ、ね、さっきのお知らせのやつも、めっちゃバットがついてましたけど、これある意味、なんていうか、サブアカ消される可能性がちょっと減ったなって思っていて、なんかサブアカ使いの方にとっては完全バッドニュースってわけでもないんじゃないかなって思ってますね。はい。なんか、もちろんね、サブアカを使ってる人的には、これまでの方がね、良かったんで、マイナスの話ではあるんですけど、これ、そのバンが難しいからこういう策略を入れましたっていうことは、つまりバンされない可能性もなんか相対的に上がったんじゃないかなみたいに思っていて、はい、少しサブアカの存在が許されたんではないかなみたいな感じがしますね。これがね、ユミルだけなのか、多分今後、今はユミルの復習イベントのみ入手可能ってなっているけれども、これがね、今後も増えていくのかどうかっていうのは気になるところですね。で、あとね、重要なのがこの安全資源サプライズ宝箱ってやつですね。これがマジで偉い。本当に素晴らしかった。本当に素晴らしかったのに、私忙しくて、2日目、マックスまで回収できなかったのすごい悔やんでるんですけど、まずはね、
普通のリワード、宝箱見てみると、リワードがね、分割されましたね。分割、綺麗に分割されている場合もあれば、このレベル2みたいに5と3みたいな分け方がされている場合もあるんですけれども、はい。100系食料箱5個、100系安全食料箱3個みたいな形で、まあ一部がね、奪われない、奪わせないなのかわからないんですけれども、安全食料箱、安全木材箱、安全石材箱、安全鉱石箱が出るようになりましたということで、これがユミルの、リワードの効果がちょっと半分になったねみたいな話のやつですと。はい、このね、ウォーロードとかはね、これまで通りなので、はい、競争率の高いユミルを狙うより、ウォーロードを狙った方が、サブワーク扱いの方にとってはこっちの方が都合がいいみたいなね、話がこれであったっぽいですと。はい、で、重要なのは、これですね。安全資源箱。違った。安全資源サプライズ宝箱。はい、これね、運が良ければ毎日35回まで受領できますということで、ユミルはね、1週間で2日間開催なので、2日間でね、70個獲得できたと思います。はい、私は、なんか、10個ぐらい取り逃して非常に悲しい思いをしましたが、はい、これがえぐくて、なんと、安全な方の宝箱ですけど、20個一気に手に入るんですよね。まあ、残念ながら、この4つのうちどれかっていうことなんですけれども、ただ、まあ、どの資源が出るかは、まあ、ランダムですと。でも、70×20 で140、140じゃない、1400。これだけで 1.4B の資源が増えるんですよ。半端じゃないですよね。はい。2日間しっかり頑張れば、そもそもそんだけユミルを倒してるっていうことプラス、1.4B の資源が配られるということで、これはね、再来週のユミルも期待しちゃいますね。はい、サバカ対策っていう話をしてきた通り、アカウントが1個しかない方って、単純に、得してるんですよ。この謎のね、新しい、サプライズ宝箱っていうのを、なんかボンボコボンボコ、資源がもらえるようになって、かつ、うっかり資源とかを溢れさせた時にも、まあ、奪われない。敵に攻撃されても奪われないものが、まあ、奪われないようにするために、先にね、安全じゃない方を使っとかないと、結局、そっちが奪われるから意味ないんですけれども、はい、まあ、とはいえ、基本的にアカウント1個しかない人には、めちゃくちゃ、ただただ得しましたっていう感じでね、私は非常に喜んでいます。ということで、最後の1個開けていこう。頼む、鉱石、頼む、鉱石。しゃー、来たー。はい、鉱石をね、いずれ 20B 消費。他は 10B 消費で鉱石だけ 20B 消費っていうのをね、やろうと思っていて、はい、馬をアップグレードする気満々なので、T14 にアップグレードするために、今ね、鉱石をめちゃくちゃ集めてまして、はい。ここね、この鉱石をね、今ずっと鉱石回収に、資源のタイル回収も鉱石ばっかり狙っています。ただ、結局、全然溜まってません。1.2B ぐらいしか溜まってないですね。まあ、他のも合わせて、まあ、2B ぐらい溜まってるかなっていう感じなんですけど、先が長すぎる。富山さん、JAL さん赤星5にするためには何人分のかけらが必要になりますか？王の花道を10回クリアの実績を得たのですが、メフメトを言論につけようと思いまして、はい、ですね、15、16体ですね。メフメトは16体必要。何人分のかけらだから、そうですよね。アレースの血のかけらの話。アレースの血の数じゃなくて、メフメト、その将軍の数だと思うんですけど、将軍は16必要です。はい、これね、簡単な数え方があるんですよ。私も実はね、赤星4でつけてるんですよ。
そう、メフメト無限に集められるんで、今回もね、私メフメトしっかり王の花道クリアしてゲットしてるんですけども、はい、赤星の数え方なんですけど、これ、そのまんま、将軍の数を表しています。はい、最初の1体がまたいるとして、その最初の1体をスター1に赤星1にするために1体必要。赤星2にするためには2体必要。赤星3にするために3体必要みたいな、そういう、綺麗な計算式になってるんで、はい、これ、555315ということで、15体食べさせると、メフメトが赤星5になります。ということで、私もね、赤星5にするために必要分のメフメトはもう揃ってるんですけれども、どちらかというとアレースの地の方がしんどいんで、はい、この1個のパラメータ上げるだけでね、20とか取ってかれ、20じゃねえよ。150取ってかれちゃうんで、アレースのね、血がしんどいからやってないんですけれども、はい、メフメトさんはね、非常に元老院御用達だと思いますので、おすすめですね。メフメトさんね、確定で枚数集められるし、で、効果がね、なかなか大きいんでね、都市の兵士の防御力とか、駐屯系の防御力プラス10%だとかね、なんていうか、射撃の、やつなのに、他のやつ上がるっていうね、非常におもろい効果になってます。でね、私が今目指しているのは、この昇進をね、させたくて、金枝が足らないのと、歩兵を育ててなかったのでやってないんですけど、はい、今ね、歩兵の役職レベルが1なんですけど、これを5まで上げて、昇進、5まで上げると昇進条件を満たすので、昇進ってやると、攻撃時の射撃兵と工場兵器の HP が15%とか、攻撃時の歩兵の攻撃力15%とか、結構ね、効果大きそうなので、これちょっとね、早く昇進させたいなと思って、頑張ってね、高レベルの、ボスになるべくラリーに参加して、この戦績の宝石を集めている感じですね。なかなかね、これ1日に10個、活躍度で、金枝が2個と、戦績が10個しか集まんなかったんだっけな、確か。で、さらにボスもかなり高レベルのやつしか落としてくれないんで、結構辛いんですよね。なかなか集めるのが大変なので。はい、この刻印のね、重血の結晶もそうなんですけど、かなり高レベルのモンスターを倒さなきゃダメで、なかなかね、モンハンしろよ圧がね、高まってますよね。はい、そんなところで、何の話から来たんだっけなということで、そう、安全資源箱を開けましたということをユミルもう開けちゃおう。わーい。はい。で、あとは話をしていこうと思ったのは、ナポレオンのイベントの振り返りのところですね。ピラミッド終わっちゃいましたが、はい、私はね、ピラミッド 500M で終了して、結局、ランキング10位以内は目指しませんでした。本当に頑張って完走すれば10位以内いけなくもなかったんですけど、ちょっとね、割に合わないかなと思って、ちょっともうあまり大変だしいいやと思ってやめちゃいましたというところですね。で、ちなみに、こいつはゲットすることができず、あとなんだっけ、今の文明の旅もね、これ、はい、一発ずつもね、私できませんでしたね。今回のね、一発ずつもマジで偉くて、赤枠じゃないですか。これまで出てきたやつって、大体ね、金枠なんですけど、これって反映ポイントが50ポイントなんですよね。でも赤枠のこのノートルダムの大聖堂、これなんか普段のよりでかくて、反映ポイント100ポイントで、お得だったみたいで、この赤を一発もできた人は本当にラッキーです。素晴らしい引きで。いや、これね、これ引きたかった。本当に引きたかった。残念。はい。で、ナポレオンのね、
生徒、これ、私ね、なんかナポレオン法の交換一回ミスったのかもしれないですね。なんか70で止まってるんですけど、うん、なんかね、しくったかもしれないです。でもね、リワード全部もらえてるんだよな。あ、キュンマルさん、コメントありがとうございます。コンジャルは。はい、まあ、ナポレオンの生徒はね、これ1日100個ずつね、みんながやって、全サーバーの合計数というところで、しっかりね、最後まで行きましたと。まあ、いろんなストーリーがね、ここにあったみたいですけど、はい、ウルムの戦いだけは、はい、これはね、内部的な、はい、代名詞みたいになってて、しっかり文字を読み込めてないですね。はい、これこのまま終わるっぽいですね。はい。読ませる気があるなら、これすぐ直しても良さそうなのに、はい。きっと、きっとこの 50M は11で、これが12で、これが13なんでしょうね。内部的な、番号の投資番号が。はい。まあ、どうでもいいです。どうでもいいです。はい。引き換えストア、今日がね、引き換えストアの期限になってますので、皆さんお忘れなく引き換えましょうと。富山さん、私も80でした。少し残ったガメラでのモンハンの影響がありそうですね。それかも。そういうことか。そうかもしれませんね。そう、ガフガメラ中にめちゃくちゃモンハンしたかんな、私。はい、この上のね、宝箱、光ってるやつ、クリックしないと取れないんで気をつけてねっていうので、私は結局60万まで行きましたと。で、ピラミッドとかのイベントが終わったんで、ナポレオン金貨、私は107、銀貨が2046という感じになっていて、まあ、銀貨はね、今日も多分しばらく増えるんじゃないかなと思うんだけれども、はい、重要なのは、はい、この王冠ですね。王冠はイベント期間中しっかりやってたら、全部交換できるようになってましたね。はい、ということで、しっかり毎日、ナポレオン100個集めて、ナポレオン法100個集めてたら全部交換できたんじゃないかなと思います。はい、で、重要なのは銀貨の交換ですね。銀貨の交換何にしようかな。忘れないうちに今のうち交換しよう。闇市半額。これね、使ったことないんだけど、でもいずれ使いそうだからもちろん買うじゃん。たい焼きね。こうモンスター2倍もね、これもね、なんていうか、いつ使おうでも欲しいみたいな感じでね、いつもこれ交換はしてるんですけど、ちょっと一回待つか。これは何？これね、1M ゴールドが当たるやつね。まあ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 、まあ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 、まあまあ、これ交換しとこうか。某 H さん、ガウガイメラのモンハンデータ分は1日100個の制限に入らないのかも。私も30ゲットしたら何の得にもならないですが。やっぱそうですよね。いや、私も、それが、あれなんだろうな。マサハルさん、銀貨も全部交換できませんでしたっけ？銀貨交換できますかね？なんかね、銀貨、でも、なんか余る気がする。銀貨、この、なんていうか、獲得できる上限みたいなやつ、なんかバグってて、ちゃんとした数値出てませんでしたよね。で、私、タイルは、なんかやってないタイミングがあったんで、これどうなのかなと思っていて、でもなんか、結果余りそうな雰囲気めっちゃ出てますね。あ、対仏連合ね。これちょっと交換しとこう。スムースバワーどうでもいいということで、まあなんかこの辺をバンバン交換して、確かに余りそうな雰囲気が醸し出ている。まあエリーゼ別になんだけど、まあもらえるならもらった方がいい。交換交換していくと、銀貨371。371。125。125ということで、250そして121だから、私は全部は交換できなそうですね。いくつか、多分タイルやってないタイミングがあったんで、まあ、まだね、集まれば交換できそうですけど、まあ別にそんなにいらない。まあ、スムースボアのね、
エフェクトかっこよくていいですけどね。これね、皆さんやりましたかね、この祝福。スムースボア。まあ、前回の配信でやったような気がするな。はい、このペンタゴンみたいなやつでフランスの国旗が出てみたいな感じでね。これね、私の城ちっちゃいからあれなんですけど、こういうでかい城の方がね、やるとね、すごい見栄えが良くてね、良かったなって思いましたね。はい。まあ、私には関係ない話だ。よし。はい、多分、人によっては、しっかりプレイしてた方は、多分、全部交換できるんじゃないかなっていう数値感なので、はい、全部取れるんじゃないかなと思いますね。なんか、交換できなそうな人は、ちょっと選びながらがね、いいかなと思います。ヒロさん、銀貨は毎日リセットされていたようです。バグなのか仕様変更なのか不明ですが。いやー、そう、なんか、そうでしたよね。なんか、私ね、王の対決資源採集の時に全然モンハンしなかったんで、多分そこなんですよね。まあ、ユミルのそれで回収をね、しくったのがそれなんですけど。はい、まあまあまあ。さあ、あと、金貨ですね。はい、金貨私107個ゲットすることができました。はい、ドラゴンには果てしなく届きませんということで、まあ、将軍とかも交換できないので、ただね、レアアイテムと交換できますということで、これね、よりどりみどりですね。一応ね、私も魂の蘇生とか命の源は、まあ、急いで集める必要はなくなって、いつも交換してるのは賢者の石なんですけど、賢者の石はね、獲得する機会が恵まれていて、一応計算上、そろそろ次にあげられそうなのが、この、宝蔵の巻の宝箱。こいつをね、私は狙うのが効率良さそうだなと。できればこの辺とかも取りたいんだけど、今回はね、宝蔵の巻の宝箱を狙おうと思いますと。ただ、金貨107。107ってなんかちょっと微妙なので、この7をね、この7をうまく消費したいんですけど、うまく消費する手段はなんかあるかな？ 6。6は7にならないな。ならないな。これは絶対に、いや、だとしたら、スピードアップよりは、これウルトラレアが必要だから、ここで1使う、実質105。105。105っていうことは、こっちでいいか。ここで、宝蔵の巻の、だからこれを、100。いいのかこれ100使っていいのか？いや、いいね。いや、行こう。いわーい、60個ゲット。で、これで残り7なんで、残り7。戦績の宝石かな。手っ取り早くバフを得られそうだからな。賢者の石100。賢者の石。まあ、賢者の石はね、ちょっと今後も、ゲットする機会に多分恵まれるはずなので、ここはね、戦績の宝石を選びます。で、あとは2になったので、ウルトラレア資源箱。はい、これで使い切りかな。はい。皆さんもこれ交換のね、期間が、次のリセットまでということで、忘れずにね、ご自身が今、あげたいものを優先して、取られるといいのかなって感じがします。はい、ということで、ナポレオンの秘蔵はこれで OK。はい。で、あとね、ナポレオンのやつ、これだ。堺の宝探し。これね、私ね、引けてないんですよ。大当たり引けてないんですよね。さあ、最後の大当たり引けるかどうか。大当たり引けなかったらね、これね、全然いいやつもゲットできない気がするんだけど。頼む。行ってみよう。ラスト。
あ、いきなりレベル4出た。それは嬉しい。でもさ、これさ、これで2つになったでしょ？布。でもこれ、ダメじゃん。これ、これアウトだな、多分。合わさらない。合わさらない。合わさらない。残念。はい。これ、結局私、王冠2つしかゲットできませんでしたね。残念。ってなったら別に送っても構わないんだけど。マサールさん、堺の宝探しでサーバーによってあったりなかったりしますか？見当たらなくて。え、それ活躍度でもしこの巻物がもらえない感じでしたら多分ないですね。ちょっとその話は見かけたことなかったんですけど、エボに前も同じようなことやってるんで、サーバーによってないは全然ありそうですね。それはひどい。もしかしたら、そう、出てないっていう可能性はありますね。そして私、この戦績の宝石交換狙ってたけど、残念ながらダメですね。命の源。命の源ね、50はね、嬉しい。いや。資源10も嬉しい。そう、5億貯めなきゃいけない。てかね、今週の金曜日からまた資源消費還元イベント来ると思うんですよ。うん。これ、今日中に交換しなきゃいけないはずなので、ここにしよう。はい。ということで、あとはもう残りね、全部ゴミになってしまったので、なんかもう、なんか普段お世話になってる人に、てかくれた人に返していこう。送ろう。あとはマタックさんもくれたからあげよう。はい。てかもうそもそも送れるものないや。はい。ということで、こんな感じで、私は、境の宝探しは、大当たりを引くことができませんでした。残念です。さて、あとは、そうだ。いよいよね、次で、このトゥロン後遺戦、ラストですね。500同盟、ランキング500、トップ500に入ると、アレスの血が50もらえるということで、まあ、ぜひ欲しいんですけれども、トゥロン後遺戦。うちのね、同盟は、負け、勝ち、負けみたいに来ていて、次が勝てばですかね、今のところ、同盟ランキング303位ってなっています。ので、次ね、勝てたら、まあ、500位入れそうですが、もうね、最近敵強いんだよな。K40 とかに、K40、K39 だっけかな。ボコられて、全然倒せなかったんですよね、確か。プリンス、ダークソウルエンジェル。そう、射撃バフがね、2100とか言ってるし、なんというかね、その他の、その他のバフがそもそも高いんですよ。そう、これ K40 だ、K40。そう、ちょっとね、もう K40 とは、もう出会ったら逃げろでしかない。まあ、逃げれなかったんですけど。いやー、厳しかった。そう、K40 といえば、今週ね、サーバー戦争お疲れ様でした。ディスコードでね、交流がある方が、翼をね、取ってらして素晴らしかったんですけれども、はい、今回はね、どうだったでしょうか。うちはね、929ということで、我々より、まあ、半年ぐらいなのかな、早いサーバーと、当たりましたということで、私はね、もう今回はもうそもそもあんまり参戦しませんでした。はい、その理由はですね、相手のサーバーに K40 が4人もいまして、
信じられないほど強かったです。無理です、無理。はい。先週のね、配信の時にもう、ブックマークをね、見ていったと思うんですけれども、はい、このね、いないわ、そう、K40 が1、2、めっちゃピラミッドになっとる。そう、K40 がね、3でしょ。あともう一人 K40 に確か行ったと思いますし、そうじゃなくても K38 とかも、誰だっけな、そう、K39 もいる。そう。格上でした。で、K40 って、あの、K35 とか K36 じゃ、歯が立たないんで、一瞬でね、一瞬で燃えちゃうんで、もう最初からね、戦わず、あの、これじゃないな、これかな ?K38 を、援軍でね、待ち受けするやつで、ポイント稼いでっていうのはやらせてもらいましたと。ただ、この K38 の方も普通にお強くて、ね、射撃のバフが1600とかあったり、その他のやつもね、1000近かったりと、まあ、900か、900前後みたいなところでね、やっぱりバフがしっかりしてるんで、K38 でもやっぱり、これ1対1の K38 ギリギリ耐えれるかどうかみたいな感じがしちゃうな。やっぱ強いですね。しっかりね、こっちのバフを上げたいので、早く K36 にして、この防御の進化、ここのね、研究をしてバフをね、上げたいなってめっちゃ思ってます。はい、ということで、そう、残念ながらね、うちのサーバーはサーバー戦争負けちゃいましたと。いや、無理です、無理です。はい、格上にも程がありましたということで、王城をね、征服されてしまってっていうので、ポイントを奪われてっていう感じになってます。はい。ということでね、まあ、次のサーバー戦争はもしかしたら、まあ、そんな強くないってことを当たれたらいいなという感じですかね。はい。で、サーバー戦争がね、残念ながらプレミアムではなかったですね。まあ、去年だけのお祭りだったのかなって感じがちょっとしますね。はい。再来週も厳しいんじゃないかな。どうだろうな。まあ、年末ということでもしかしたらというところは思いますが、あんまりね、期待せず、やっぱり5位以内をね、目指していく必要があるんだなっていう感じです。はい。さて、あとね、そう、同盟総動員の話だ。はい、同盟総動員ね、うちの、サーバーは、ランキング13位ということで、危なかったですね。なんとかギリギリ、ー、えーっと、エピック残留ですね。15位以下だと、エピックからレジェンドに落ちちゃうんで、今回ね、危なかったですね。はい、みんなね、これも完全に二極化してて、頑張ってる方と、そもそも、クエスト受注してない方が、120人の同盟だから、まあ、半分はいかないけれども、みたいなところでね、受注してなくて、そう、これはね、クソ簡単なクエストがね、結構あるのでね、みんなの力でもうちょっと、次は、もう少しヒヤヒヤしない順位で終われるといいかなって思ったりしてます。まあ、組まれてるサーバーがね、なんかすごい強い方とかもいらっしゃるんで、あれなんですけど。はい、基本的に同盟総動員は、特に無課金向けでは、無課金的にはめちゃくちゃ美味しいイベントですと、しっかりね、同盟総動員は準備して挑むと、全然240ポイント稼げますので、はい、無課金にもかかわらず、1500のジェムは絶対使うんですよ。でも3万5000バック返ってくるから、3万3500ジェムを得して、かつ、エピック将軍がね、3体手に入るっていう、めちゃくちゃ美味しいイベントなので、今回ね、同盟総動員あまり頑張れなかったっていう方はね、もう次回、ぜひね、狙っていただきたいです。ちなみに、同盟総動員の中で、おすすめなクエストは、よく言ってるんですけど、将軍の強化みたいなね、回数を頑張ればいいやつとか、将軍のレベルアップ50回とかもね、あれも楽ですね。将軍のレベルアップはね、何でクリアするのがいいかっていうと、
遺跡とかでね、出てくる、こういうやつ、こういうやつ。で、これね、絶対使わないでしょ、このエルナンさんとか。ね、まあ、ガイウスとか多分一部使うと思うんですけど、こういう使わないレジェンド将軍を合成して将軍にして、きっとね、余ってる将軍エキスポの、この人はマックスだからダメや。選べない。はい、この将軍のエキスポね、多分余ってると思いますし、もし使ってるようだったら使わないようにして貯めましょうと。なるべく将軍エキスポを使うんじゃなくて、属州としてね、レベル上げする方が効率がいいんで。はい、この将軍エキスポを貯めておいて、レベル1の将軍にぶっ込むんですね。でやると、一気にレベル25ぐらい簡単に上がるので、2体分、1体将軍にする、レベル25にする、即解雇するっていうのを繰り返すと、将軍のレベル50回上げるって余裕でね、クリアできますと。はい。あとは、ルーンストーンのね、消費とか、ルーレットとかはね、人気なんで、あれなんですけど、意外にみんなが取らなくて楽なのが、真珠エキスポですね。はい。真珠のね、ペガサスが特におすすめ。金のクエスト240で、ペガサスに10万エキスポをあげましょうみたいなのあるんですけど、ちゃんとね、真珠エキスポをそのタイミングまでわざともう耐える。貯めておくことで、10万ってすぐ行くんで。その他、真珠じゃないやつも20万エキスポかな。ペガサスの方がね、お得なんですけど、はい、20万エキスポで240ポイントっていうね、240点のクエストがあるんで、そういうののために、取っておいて、このタイミングで育てるっていうね、決め打ちをするっていうのが、資源の消費還元と考え方は一緒ですね。はい。という形で、同盟総動員はね、本当に準備すれば、しっかりクリアできるものだと思いますのでね、ぜひ、今回、もしやらなかった方がいらっしゃったら、ぜひ次回頑張っていただきたい。はい、無課金が、最優先でクリアできるようになるのを狙うべき、イベントかなって私は思ってます。ということで、そう、この開封をしたかったんだ。開封をしたかったんですよ。そう、もうね、ずっとね、配信を待ってました。エピック歴史の名称と、名称一回書プレミアムと、どれだどれだこれだ。グローリー騎士将軍の宝箱。これをね、開けていきたいと思います。ティッシュさん、こんばんは。敵サーバーで余裕こいてゴースト1つ外したらいつの間にか 2B の相手に攻撃されて T12 系など全滅しました。これはまた資源作り直しですか？それね、それは、ですね、気をつけた方がよくてですね、病院に、私もそうなんですけど、兵士を蘇生させるっていう見慣れないアイコンが増えてるはずです。はい。ここで、兵士をね、生き返らせることができますと。で、最初は資源で回復できるんですけど、ある一定数から、命の源っていうアイテムが必要になりますんで、命の源がなくなったら、作り直しです。消滅するんで気をつけてください。はい、これね、この蘇生ができるのは、確かね、木曜日の9時とか、それぐらいだった気がする。えーっ火曜の朝でしょ？水曜の朝。うん、そう。木曜日の朝8時59分までに蘇生させないと消滅するので、ここね、ぜひチェックいただいて、そう、多分その話をしてるってことは、多分病院にいないっていう話をしてるのかなと思うんですけど、はい、この兵士を蘇生させるっていうアイコンから生き返らせることができると思うので、ここで生き返らせれば、命の源が足りれば大丈夫です。足りなかったら消滅しちゃいますので、今から気合で、ダメだ。オークションはもう終わってる。はい、命の源の数試合と思います。はい、相手サーバーにそう行くとね、油断するとそういうことが起こるので、命の源1しかない。それは残念すぎる。はい、作り直しです。作り直しですが、一応ですね、今やってるイベントの、この
機械ストアとかでね、命の源、交換ができますっていうのと、あとは、激得イベント系のね、まあ、超お得な育成とか。あ、超お得な育成はない。騎士の試練はあったっけな。ない。あれどっかで見たと思ったのに。製造達人かな。あ、今回のやつないのか。うん、厳しい。はい、ですね、そう、命の源がないときは、絶対全損しちゃいけないんですよね。それは、それは残念。はい、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ割高ですけど、確かここ、アイテムの戦争から買うことはできます。が、これはジェムと相談というか、うーん、正直作り直しになりそうな気がします。気をつけて、命の源を貯めてから、そうじゃないときはあんまり無理しない、もしくは、もう絶対に目を離さないっていうのにしないと結構大変です。あとはね、上手い人は戻り際とか狙ってくるんで、はい。私はね、もう命の源3500貯まるまで、だいぶ安全にやってたりとかしていたのがありますね。そう、消滅になっちゃうのは怖いので。いやー、それは厳しいですね。うわー、きつー。射撃兵18万、騎兵 T13 が10万、騎兵12が18万です。いやー、それは、っていうか、そこまで育ってる状況で命の源全然なかったんですね。そう、命の源は、その名の通り、命なんで、あの、集めておきましょう。エネゴリさん、命の源13万あります。ぶっ壊れてる。はい、ですね、私もね、その話知ってるんですよ。結構課金をされてる方はね、むしろ病院を埋めて命の源で支払うっていうのをね、すごく見ました。はい。あ、そうそう。課金パッケージで確かね、命の源をね、手に入るとは思うので、課金に抵抗がなければ、そこからゲットするっていうのもあるかもしれないんですが、私、どこでゲットできるかはちょっとわからないので、課金のところはね、基本的に、どこがいいよとかを、喋ることができないので、ちょっとそこは、いろいろ見てもらってにはなりそうですが、そうなんですよ。課金されてる方ね、命の源めちゃんこ持ってて、そう、わざとね、命の源で回復する話すごい聞くんですよね。いいなーって思ってます。はい。まあ、なんていうか、あれです。戦争ゲームは一回、こけて学ぶものだと思うので、自転車の漕ぎ方と一緒なので、このね、こけた悔しさを、忘れずに、次に活かしましょう。いやー、それにしてもきつい。さて、そうだそうだ。そう、リワードをね、開けるところをちょっと戻ってきて、エピック歴史の名称。まあ、こっちはね、なんか外れ将軍めっちゃ含まれてるので、あんまり期待してないです。開けていこう。こう。いやー、まあね。まあ、持ってる。持ってる。あ、持ってるけど、彼かけらにしてないんじゃない？彼かけらにしてない気がするな。あれ、まだ持って、あ、違う、上に来るわ、最初は。はいはいはい。このね、トランプマンみたいなやつ。トランプマンみたいなやつ、私どうしたっけな。マサールさん、真珠エキスポ楽ですよね。そうそうそう、真珠エキスポ楽なんですよ。めちゃくちゃ楽なんですけど、私、ちゃんと残すようにしてたんですけど、あんまり取られなくて。そう、普段からね、ガンガン貯めずに使ってると気づけないんですけど、貯めとくと、真珠エキスポめちゃんこ楽なんで、ハイパーおすすめです。
強制労働を取る人も、強制労働を取れる人ね、羨ましい。そう、私もね、強制労働あとちょっとなんですよね。強制労働。強制労働が、あとちょっと、多分計36に行けば、強制労働でもやれそうなんですよね。そう、しっかり生産力が高い方は、強制労働は普通にお得なので、おすすめです。ボーイスさん、命の源1147、これは多いのか少ないのか、おそらく少ないです。戦力にもよりますけど、1147で、生き返らせられるのは 100M とか 200M な気がしますね。もっともっと貯めた方が安全でございます。さあ、で、次はね、グローリー騎士将軍の宝箱を開けていきます。というのもね、ここね、個人的に当たりなのが、持ってないエパメインダス、マルティヌス、ベルトランだけで、それ以外は持ってるので、はい、基本的にね、育てられないんで、いらないんですよ。1体しか。あの、ここ、ここね、ここの将軍の殿堂を埋めるためだけに欲しいので、はい、育てられない将軍はね、持ってもしょうがないから別にいらないんですけど、1体はね、アンロックしたいので欲しいですというところで。さあ、おい、ローランドじゃん。ローランドはある程遺跡で出るじゃないですか、この方。あれ、ローランド今直引き引き換え書だよね。引き換え書になったんだよね。はい。まあ、いっか。将軍枠が埋まんなかったからいいとしよう。いや、そうなんだよ。今のグローリーなんちゃらね、外れが多くて、嬉しくないんだよな。まあ、欲しいのがね、ある方には申し訳ないんだけど、個人的には嬉しくない。さあ、一番、これ楽しみにしてるのはこれ。はい。将軍の殿堂2と3にいるやつがね、多いやつになってますと。特にね、ナポレオンが今出やすくなってるはずなので、ナポレオン最後のチャンスですね。ほい。ナポレオン最後のチャンス。なので、さあ、ここ。頼むよ。ゴーゴー持ってるてー。持ってるてー。はい。2です。いりませんでした。はい。残念です。私はカエサルを使ってるので、ゼルフリータさんはかけらにしたいけど、もうジェムの消費還元私もう達成してるので、次のジェム消費還元にしよう。金曜日にかけらにすることにします。今回の同盟総動員は、成果がありませんでした。はい。めっちゃ絶賛したけど、成果はありませんでしたということで、はい、悲しいです。ボーイチさん、そうですね。今、戦力 113.8M ですね。113.8M なら、まあ、収まるんですけど、113.8M でそれを全損させるようなことをそうしないで、貯めておいた方がいいですね。はい。しっかり貯めて挑むのがいいと思います。いずれ、使う時が来ると思うので。ヒロさん、命の源が全然ないってことは、バイキングのレスキューの箱とか、命の源が入ってる箱が残ってませんかね。まあ、確かに、箱を開けてなくて、実は出てくるっていうのはありえますよね。私は箱すぐ開けるカツカツ人間なので、大体箱ないんですけど、もしかしたらね、バイキング系の宝箱が残ってれば出てくる可能性がありますね。そう、あとはね、自分で遺跡をクリアした時のやつとか、あとスフィンクスかな。私今日開けちゃいましたけど、スフィンクスのレベル4以上からは命の源が出ますね。あとは、スカルクローラーじゃねえや、スカルクローラーで合ってるか。スカルクローラーのこの牙を開けると、そう、キングコングの影が出てきて、キングコングの影は、落としますね。はい。さあ、そう、宝箱系ね、今この機会開けちゃおう。同盟総動員の宝箱。
はい、360ももらえるんでね、非常に美味しいですよね。数は力なりということで、しっかりアイテムをゲットしていく。そして、対物大同盟の宝箱。これもね、なんか結構良かったですね。はい。100K の箱がたくさん。ティッシュさん、あれ今見たら1620ありました。おお、おめでとうございます。1620なら、その内容だったらちょっと足らないかもしれないけど、それこそリワードをかき集めたらワンチャンある気はするので、ちょっと、あがいてみてもらうのがいいと思います。ナポレオンコラボギフトボックス。これもね、なんか私前回ね、1M ゴールドが当たったんですけど、さあ何が出るかな。お研究の12時間3スピードアップ3か。研究スピードアップはね、まあまあ余ってんだよな。違法ボックス、嬉しいけど少ない。ルンソン箱。うん、まあまあまあ、ここはね、あんまり期待する宝箱じゃないからいいや。マサールさん、課金の方はすごいネガティブポイント出してもポジティブ目指してます。目指してますよね。そうですよね。そう、なんていうか、よしあしがありますけれども、ガンガン攻める方いらっしゃいますよね。すごいなって思います。私は、もう、そう、ネガティブポイントが出るっていうことは、それだけ兵士が死んでいるということで、もうね、私は生き返らせられないんですよ。その時点で試合終了になるので、すげえなって思って見てます。ティッシュさん、蘇生させる兵士666で、必要な命の源が1620。あー、なるほど、なるほど。そういうことね。そうすると、50回とかをね、選んだりとかすると、変わるので、最初のうちはね、1個とかの消費なんですけど、途中で5個ずつ必要になったりとかね、なんか急にエボニー山し始めるんでね、油断はできないんですけども。さっき交換したゲベール銃開こう。お、嘘やったエピック歴史の名称引換書のかけら2つゲット。わーい。はい、執行台。これも交換していく。6。はい、こっちはダメ。まあ、3日間スピードアップ普通に強いんでね、いいですね。あとなんかあったっけ。これか。エリーゼが出るかもしれない件。はい、出ません。3日間スピードアップがめっちゃ集まる。あとは、まあ、いつもの祝福なんでいいかな。はい、まあ、こんな感じで。あとね、ギフトカードは、まだ大丈夫。今日も集めているので、あれなんですけれども、またね、イベント終了後に消えちゃうので、皆さん忘れずに合成しましょうねってところかなと思います。これやるとき、別の画面にすればよかった。こっち。アイテム開くとき、こっちの方が見やすいかなと思って、イベントとね、合わせて。でもイベントの話してねえからあんま関係ないな。富山さん、続集チャレンジしたら続集がゲットできる状態で占拠してました。攻められたら馬壁で倒してました。まずい。わからない。わからない。続集チャレンジ。続集レベル上げじゃなくて、続集の探し求めての話なのかな。まあでも続集ゲットできる状態ってことは、続集枠余ってる時にやってたら、攻められたら、ちょっと読むのが難しいんですけれども、あれか、なるほど、工場兵器で殴るつもりだったのに、馬で殴っちゃって、ダメージを負ったってことですね。それは痛い。属州都市とかで攻撃すると、めっちゃ食らうからな。マサールさん、今見たらボスのロススコア 12B 弱でしたね。命の源いくつかかるんだろう。やば。やばすぎる。ヒロさん、ティッシュさんご存知かもしれませんが、研究のサーバー戦争の光を進めていないなら、研究してから命の源を使った方がいいです。その通り、ありがとうございます。ナイスコメント。そうですね。ティッシュさんのコメントの雰囲気的にもしかしたらご存知ない可能性があるので、ここで解説をすると、この左から4つ目、医療援助のところを進んでいくと、このサーバー戦争の光っていうのがあるんですけど、これをね、研究しておくと、
命の源の効率が上がりますと。サーバーセンサーの光23分の25まで、25分の23まで進め、あ、よかったよかった、進めてるってことで、その下のね、上級サーバー戦争の光とかがもしいけるのであれば、こっちもね、上げてもらって。あとはね、この防御の進化のところにもね、あるんですよね。防御の進化のところはね、高くてダメなんですけど。あとはですね、この、魂の伴侶。魂の伴侶の美人スキルですね。プリンセスシシーとドルシネアの、このね、レベル9になったらアンロックする。3つ目のスキルがね、サーバー戦争の光と同じ効果なので、はい、ここをね、上げておくといいかなということで、私はね、そう、レベル9をね、目指してるんですよね。レベル9でアンロックじゃないや、レベル9で10%になるんだ。そうそうそう。アンロックなんだっけ？ここ見ればわかるわ。レベル6でアンロックだ。はい。そう、ドゥルシネアをね、私、それでレベル9にね、今しようとしていて。まあでも、ドゥルシネアをレベル9にしたら、あとはもうエスメラルダに特化しそうですね。モンスター討伐する際の部隊の攻撃力、これがね、やりたいのと、射撃兵と工場兵器の攻撃力を落とせるし、ここ、エスメラルダ書いてあることめっちゃいいから、そう、駐屯系の攻撃力も上がるし、エスメラルダをね、私は、次は育てていこうかなと思ってます。そう、今回ね、やっと解禁することができました。はい。彼女ね、なんかしないけど、めっちゃ、ヒャッハーってなり始めるんでいいですよね。よいしょ。あれ交流はもうしたっけ？あ、してるわ。してるしてる。OK。はい。あとなんか、アイテムリワード、開封。そう、願いのコインですね。これも消えちゃうので、明日のね、5時前までに、クリア、交換をね、全部しておくといいでしょうというところ、はい、王の花道ね、今回も全クリということで、はい。このスタミナ99が美味しいのよ。富山さん、猫ちゃん落としそうで怖いエスメラルダ。確かに。これね、画面を横にしたときに、なんかあんまりビヨーンって間延びしちゃうんですけどね。エスメラルダのね、背景もなんか綺麗でいいですね。猫を落としそうなのは確かに。さて、あとは、まあいいかな。制約の石ね、ちょっとずつ集まってますが、そもそもどれぐらい必要なのかっていうのもちょっとわからない感じなので、またね、制約が使える将軍が増えていくと思いますので、まあ、それを楽しみに待つかなっていうところでございますと。ただね、もうなんか素材がね、必要な素材が多くなりすぎて結構大変ですよね。はい。で、私はね、今、将軍の、この宝蔵の負けの宝箱、今591。でね、これ15種あるんで、15の倍数欲しいんだけれども、今ね、美術品がモナリザをね、レベルアップさせたいんですよ。モナリザのレベルアップがあと180ぐらいかな。うん。180じゃないな。まあ、170ちょい。ということでね、もうちょい。170×15。だから、まだ先だな。まだまだ先だけど、そう、宝蔵の負けのね、宝箱に、そう、力を入れて、モナリザのね、レベルを上げたいなっていうところです。はい、あとね、酒場もレベル35になったんで、どんどん将軍ね、ぐるぐる回してゲットを狙っておこうと思うので、彼女をゲットすることができれば、美術品のこの射撃バフをね、手に入れるはずなので、はい、それも見越してね、今、宝蔵の負けの宝箱に注力しようかなっていうところです。
富山さん、続集ゲットできる状態になったので、アケメネス装備作らないと。素材が足りないです。素材はね、本当にすぐなくなるんで、ドラゴンにね、食わせるのもかなり気を使って食わせないと。そう、特定のやつはね、めっちゃあるんですけど、特に、鱗と青い宝石あたりとかね、紫の宝石あたりがね、もうなんかすぐ枯渇するんで、大変ですよね。ドラゴンに食わせるときに、誤って食わせないように気をつけないといけない。ほいほい。アイテム系のところはそんなところかな。属中系のやつとかはね、また、全部突っ込んだ後に全部開けようかなって思っています。うん。いろいろリワードも溜まってきましたね。さて、さて。あと、何の話をしようと思っていたっけな。ナポレオンの贈り物はもう終わったし、クレイジーエッグもね、私は今日はもう完了しましたと。うん、ラッキー合成ぐらいですかね。あとは、はい。まず、一番最初にね、話しましたが、激特イベントね、次のリセットまでなので忘れずに頑張りましょう。私は回復スピードアップは 3.5M まで行きました。建築スピードアップはもうある分がね、これが限界だったので 1.8M で終了。スピードアップは、5M までまだ残りあるんですけど、困った時の続集物販で完了できます。はい。で、鉱石は 5B エンドのつもりが 6.1B までいっちゃいました。石材も同じく 6.1B。木材が 5.7B で、食料がまだ 4.8B で終わってないっていう感じなので、はい、ここはね、今日、都合よく訓練の王の対決が来てるので、歩兵をね、作って、やろうかなと思うんですけど、ぶっちゃけ鉱石使いたくないんで、ちょっと T1 馬をね、たくさん作って、これを達成するかもしれません。ってところかな。ティッシュさん、あと文明のなんとかで無事に行軍エフトゲットしたんですが、友達あげようとしたら王家の運送場に入ってなかったの送れませんでした。高原エフトとは送れないんですか？ですね、私あまり送ったことがないので、わからないんですけれども、まあ選べないっていうことはそういうことなのかなっていう感じですかね。送るなんて選択肢があるんですね。私もゲットしました。行軍ね、どこで見んだっけ？こっちか。行軍エフェクト。行軍エフェクト。これか。これさ、探すの面倒ですよね。なんか、持ってるのだけ左に寄せて、持ってないやつ右にしてくれりゃいいのにって思うんですけど。どうせ一番最後でしょ？どうせ一番最後でしょ？これだ。ボナパルトのなんちゃら隊、装備済みということで、はい、文明のね、夜明け、全クリ皆さんできましたかね？全クリできた方は、これゲットできたのかなというところで、永続の行軍エフェクトがね、ゲットできたと思いますと、はい、私これでね、やっと永続の行軍エフェクト3個目ということで、はい、全く持ってないんで、こういうね、イベント嬉しいですね。あと2個で実績が増える。あとね、この100日分のホリデーの飾り、ジェムで購入するって書いてあって、これ今まであんまりちゃんと見てなかったんですけど、きっと、この装飾飾り、これか。ホリデーだからこういうのを買うと、これが100日分買うと、実は、アンロックするんですかね。この辺、なんか考えたことがなくて選んでなかったんですけど、
まあなんかジェムが余ったら、まあでもジェムまあまあ取られるな。別に飾り興味ないし、選ばない気がする。はい。どうしても実績をクリアしたくなかったら、なったら選ぼうかなって感じですかね。頑張ってる友達にぜひあげたいです。なんか多分、あげれるやつって限られてるんじゃないですかね。もしかしたらね、アンロックせずに持ってて2つ目ゲットしたら送れるのかもしれないですが、次来るの、基本的に、基本的に次多分来ないと思うので、おそらく難しいんじゃないかなっていう感じがしますかね。ボーイさん、初めて永続行軍エフェクトゲットしました。いや、そういう方もね、多いと思います。貴重な機会なんでね、取れた方は良かったです。ラッキーですね。私も1年やって、やっと、1年2ヶ月、3ヶ月ぐらいやって、やっと、3つ目です。で、富山さんのドワーフのラッキーアップル交換どれがおすすめですかっていうことなんですけど、ですね、私は、右のね、グリーンアップル一択ですね。はい、100スタミナも賢者の石、もう行軍時間短縮もね、めっちゃ手に入るんで、はい、これ一択かなと思います。交換できる、ね、もう、イベントが終わっちゃうってタイミングは交換できるものを交換した方がいいと思うんですけれども、結局、集めやすさですね、スピードアップのゲットしやすさとかに比べて、こっちのね、どんどん足らなくなる賢者の石とか、行軍時間短縮とか、100スタミナとか、こっちの方が、重要度とか価値が高いかなと思いますので。でね、素材箱も、ね、アケメネスを作るまでは別に気にしてなかったと思うんですけど、アケメネス作れるようになった瞬間、素材って足らなくなるんで、はい、ラッキーアップル一択ですかね。はい。ドワーフが出るかどうかの確率はわからないんですけど、ドワーフ以外のものが当たった時が明らかに美味しいので、エネゴリさん、エフェクトは2個ないと送れないです。やっぱそうなんですね。富山さん、以前課金のモスラを送ったら前回逆に交互もらいました。優しい。ティッシュさん、エネゴリさん、それと同じ交互エフェクトが2つということですか？多分そういうことだと思いますよ。ほいほい。送るか、したことなかったな。2個目から送れるんだ。でも2個目ってどうやってゲットするんだろう？課金だったらゲットできたんですかね？2倍課金で送れます。そういうことですね。なるほど、なるほど。ちょっとね、そう、課金周りの情報はね、私からはね、お伝えすることができないんでね、そう、ぜひ、コメントでね、フォローいただけるとありがたいですね。はい。全く発想がなくて知らなかった。そもそも、そもそも行軍が足らない病なので、行軍をゲットできる機会がないので、もう貴重な機会で、あげる、そんなのなんてとんでもないって思っちゃうレベルですもん、私。そう、ネームプレートとかは持ってないんだよな。この辺はまあ、なんというか、ジェムの使いどころに余るようだったら、でもジェム余ることないからな、これ多分意識しないとこういうの、実績アンロックできないんだよな。まあ別になんかアンロックできる必要がない。繁栄とかアレスは別にアンロック無理だなと思ってるからいっか。はい。でもね、支配ですよ、支配。ええ、計40なんていつのことかわからないですけれども、ここを上げていきたいですね。富山さん、新規宝箱を重視3万円コインにしてましたとワーフコイン。新規宝箱は、
新規宝箱は、市場で集めましょう。市場をね、30だっけ ?31 だっけかなにすると、闇市でレベル4の、やつが出るようになるので、はい。新規、人気ですかね。人気は、なんだかんだでどっかでサチって、私は今ね、レベル8ですね。そのレベル4のやつを闇市でたくさん買えるようになってだいぶ加速しましたけど、これもうね、先がね、あまりに長すぎるんで、人気10個、人気15個を、ゲットを狙うための外れの濃度が高すぎるかなって思っちゃいますかね。はい。50K ゴールドとか絶対嬉しくないじゃないですか。30分スピードアップとか。そう。外れの濃度が高すぎるんですよね。こっちは、転移の巻き以外は嬉しい。はい。まあまあ、もちろんね、今ご自身に足りてないものを選ぶべきなので、なんというか、絶対的な回答があるのは、あるとは思わないんですけども、多分価値的にはやっぱり5の方が高いかなっていうのだけお伝えしておきます。ほい。さてと、あとは、イベントのところを見ていくと、今回アップルはほぼ出ませんでした。なんかそういう時もありますよね。アップルパイ。今回は私まあまあ出たんですけど、前回のタイミング全然出なくて大変でしたね。はい、記事の試練も、明日ね、明日のリセットまでになってるので、ランキングとかを狙ってる方は、頑張ってね、目指していくといいと思います。私は、まあ、一通りやることはやったので、まあ、あとは下がるのみ。まあでも、最低でもね、ランキングリワード、11位から20位のところには入れそうなので、アレスの値80嬉しいですという感じですかね。はい、超お得な育成。これもね、ドラゴンが3体になって餌を、上げ先が増えたのはいいんですけれども、やっぱね、ちょっとライバルがいっぱい多すぎるのと、素材がゴリ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 なくなって、あんまりね、思ったほど順位を上げることができず、これ47、47どうなるかな？ 50、その、50以内に入るかどうかがあまりにでかいので、まあ、これはね、ちょっと直前までランキングを見て、必要に応じてぶっ破して、あの狙っていこうかなと思うんですが、どうしよう、どうしようかなって感じ。まあ、交換はね、したいなやつがたくさんあるから、使うことはいいんですけど、素材がね、ドラゴンにあんまり素材食わせたくないし、プレミアムドラゴンコイン別そんな持ってないし、みたいな感じで、超得な育成はね、大変。ヒカさん、JAL さんぐらいになるとパイの出現率とかまで調べてると思いました。いや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 、なんというか、それを、それを知ってあんまり嬉しさがないんでね、やらないです。なんだろう。期待値を下回ってるじゃないかっていうがっかりした情報を得そうなんで、はい。ここはね、もうお祈りで構わないです。はい。でもなんか大して確率高くなさそうというか、なんというか、1個しか出ない時もあれば、急に3個とか出る時もあるんで、ドワーフのパイ、なんか適当っすよね。不思議な確率してるなって思ってます。はい、製造の達人ね、私、うわ、20位なんだけど。いや、でもね、これ以上は素材が、富山さん、ドラゴンの餌やりが大変ですよね。そうなんですよ。もう素材がね、足らなくなっちゃうからね。製造達人も大変だし。いやー、どうしよっかなっていう感じですね。いや、実はね、次戦宝箱を取ってあるので、次戦宝箱が取ってあるんで、まあ、やろうと思えばもちろんやれるんですけど、まあ、もうなんかそこまでして頑張ることかっていうことなので、まあ、これに至ってはね、21位、30位で、まあ、甘んじて受け入れようかなっていう感じがしますね。はい。
ただ、超お得な異性、こいつはダメだ。こいつは必ず50位以内に入るように頑張ろう。はい。まあ、製造達人はね、まだ木曜日まで猶予がありますんで、はい。この機会にね、アカミネス装備とかを作ろうと思ってる方は、育成をね、頑張るといいのかなって思います。ちなみに私はもう、属州都市のね、私、属州都市8つ持ってるんですけど、こいつらには全員もう、アケメネス装備は揃ってるので、アケメネス装備を作ったわけではなくてですね、私今回は、ほい、カエサル。カエサルの装備を、今ドラゴンリングにしてるけど。はい、ドラゴンリングの方がね、モンスターエキスポがいいからね、ドラゴンエキスポしてるんですけど、火力が必要な時はね、こっちに変えて。はい、アレス装備をグレードアップさせて帝王系にしたり、あとは騎兵の攻撃が上がるんで、このパルティアのヘルメットにしたりということで、装備のアップグレードにね、素材を使っていました。はい、これね、全部アレスにし、帝王装備にして部隊定員を増やした方がいい気もするんですけども、どっちがいいんだろうなって感じで、ここは悩んでいて、ただね、そもそも私、部隊定員、マックスになるまで兵士持ってないんで、これは T14 兵をね、作った時に、検証しようかなと思ってはいます。こっちのね、帝王ヘルメットもあるので、ちゃんと、6つ揃えることもできるんですけど、これのね、違いをちょっと見てみようかなとは思ってます。ヒロさん、自分が過去に集計したときは、祝福500回でパイ84 4個でした。すごっ。いや、っていうかね、その、500も集めたことがすごいな。そんな集まる。どんぐらいだろう。いつもこまめに交換しちゃうんで気づいてなかった。私も貯めてみようかな。84個っていうことは、まあ15%いかないぐらいですかね。15%ぐらいか。20%はいかない。まあそんなもんな気がしますね。体感でもおおよそそんな感じですね。情報ありがとうございます。そうなんだ。3回分ぐらいのなるほど、なるほど、なるほど。そうですよね。さすがに1回でいかないですよね。1回のイベント中にそこまで集まるとしたらめちゃくちゃラリーしてそうだなと思って今一瞬思っちゃいました。はい、さて、えーっと、そう、イベントのスケジュールを出していて、全くこの話を全くしてないですが、明日のね、17時で、またイベントのリセットになります。はい。またね、イベントセンターがガッと切り替わります。7周年イベントが、なんかあんまり7周年チックなかったので、もしかしたらおかわりで何かあるかなとも思いつつ、まあ、なんもないんじゃないかなって、結局ね、また年末イベントとかがまた来るだろうから、次はクリスマスイベントかなんかが来るんだろうなって思ってますが、はい。ひとまず、ここで一旦終了になって、明日からですね、また3日間の宝探しイベントですかね。めちゃくちゃ、ガッチャガチャの宝探しイベントが始まりますと。あとね、同盟ボス。同盟ボスね、ちゃんと選択しとかないと、召喚することができないんでね、もし、忘れてる方いらっしゃったらね、同盟ボス、今のうちちゃんと選択をしましょう。はい、同盟ボスはね、2日間なので、お気をつけてご参加くださいと。はい、宝探しイベントぐらいかな。で、パーンの週ですっていうのと、あとね、この3日間の資源消費は、トラップ。
リサーチということで、珍しく研究のね、スピードアップのタイミングなんで、研究のスピードアップって多分余ってる方多いんじゃないかなと思うので、しっかりこの機会で研究のスピードアップの資源還元をね、クリアするといいのかなっていう感じがします。はい。で、今週末はキルイベントになっています。はい。王の対決がね、6分の1じゃなくて5分の1になっている通り、今週はね、月曜から木曜までが、ランダム。で、金曜から日曜までがキルイベント。ということで、いつもよりね、王の対決の種類が少ないですということで、私ちょっとね、ミスったんですよね。建設、今週中に来なかったら、この 5D とかで建設完了するやつ失敗するんですけど、はい、王の対決を無視して完成。王の対決建設が来なかったら、このね、グレードアップ、建設による戦力アップの恩恵を得られないっていうね、悲しい事態になりそうです。はい、プラス7日、来週まで持つようにしとけばよかったなっていうのをちょっとね、反省してます。ティッシュさん、真珠スケール690個あるんで、ゴジラ待ってます。ゴジラね、来るかな、来なかったからな。今回ナポレオンだったんでちょっとわかんないですね。ポーイチさん、ドワーフコイン資源目当てでウェルスで交換してます。資源、一応資源がゲットできるのか。これ、どれぐらいの効率なんだろう。パイが出てくるのは3%ぐらいですね。これ種類で変わるんですかね、確率。まあなんか、気持ち、掛け金多い方が高くしてくれよっていう感じはあるので、もしかしたら関係ありそうな気がしますが、さっきのヒロさんのやつだと84個、500回で84個って、おおよそ18%ぐらいな感じがするので、それを考えると、ラッキーザップルウェルスは当たりづらいのかな。うーん。ヒロさん、自分も種類で買いました。だいたい30枚で1個かと。やっぱそうなんですね。だとしたらやっぱりドワーフのアップルパイが、ドワーフの美味しいパイがもらえる確率が高い方がいいんじゃないか。回数で攻めるか、確率で攻めるか、悩ましいとこですね。はい。資源か。資源考えたことなかったな。でもこれね、本当にどうしても許せないのは、この将軍エキスポ入ってるんですよね。君主エキスポはいい。君主エキスポは全然嬉しい。将軍エキスポいらないんだよな。私、これは、いつものね、終わり間際の端数でしか交換したことなかったです。はい。私ね、多分この中で一番求めてるのね、行軍時間の短縮なんですよね。行軍時間の短縮が欲しくて欲しくて。そう、行軍時間の短縮、本当にすぐなくなっちゃうからな。これが集めてるんですよね、ずっと。さてさて。ちょいちょいね、ちょいちょいラリ出さないと。ティッシュさん、略奪されない安全資源箱もできました。そう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 。それはね、序盤にもう喋っちゃった。もうあまりにね、目玉トピックすぎて喋っちゃいましたけど。そう、安全資源箱ね。はい。今後も、ユミルの、安全資源サプライズ宝箱がね、出るということだと思うのでね、再来週のユミルも早く来てほしいなと思ってます。で、なんだっけ。そう、金曜日からね、新しい、イベントシーズンに入りますということで、北方の蛮族が来ます。はい。多分、ピラミッドがずれてくることはないでしょう。北方の蛮族が来ると思っています。ので、北方の蛮族にしていて、えー、あれですね、リファクタリング、装備強化の機
間限定イベントも来ますので、強化をね、したい方は、この機会にね、やって、ランキングを狙うといいのかなっていう感じですと。で、一番重要なのが、資源還元イベントが、消費還元イベントが資源なのかスピードなのか。直前が資源両方っていう今順番で来てるので、基本的には資源が来ると思っています。ただ、ちょっとどうなるのかはわからない。さらに言うと、資源の消費タイミングと合わせて、いつもね、超お得な育成、スーパーフィーディングが来ているんですけれども、これもね、前回の資源の消費還元の時に、超お得な育成なかったので、これもね、またずれるのかどうかっていうところはね、ちょっと読めないので、はい、これはあくまで予測です。はい、実際のね、何が出るかは、ちょっともう商品の発想を持って、と言いますか。よいしょ。何が出るかは、その当日のお楽しみみたいなところがありますかね。ちょっと、今この機会に画像の位置調整をちょっとさせてもろて。なかなかね、自分で調整をしてると、コメントない中での位置調整になるんで、微妙な調整ができなくて、今、おもむろに少し画面のカスタマイズをしつつ、よし、OK。はい。ってところで、ちょっとね、イベントは何が来るかわからないんですけど、おそらく、クリスマスに関連する、イベントが来るんじゃないかなと思います。今週のね、金曜日15日から始まる長期イベントって、26日までってなると、ちょうどね、クリスマスを挟んでるので、クリスマス、去年もね、なんかサンタの訪問するみたいなね、イベント来たんですよね。多分またそれが来るのかなと思っています。で、その次の長期イベントが12月29日の金曜日から始まって、まあ、これを完全に年末イベントのはずなんですよね。多分年中出るのは1月かな ?1 月かもしれない。けれども、まあ、その頃にね、出ると思いますが、そう、年中はね、実績にも関係してくるところなんで、私、待ってるんですよね。討伐にあるんですよ。討伐のこの粉属キラー、これね、私1年やってますけど、粉属1回見てないんでね、復活してほしいんですけど、あったあった、年中4キラーみたいなやつがね、来ると思うので。いやー、でも年中イベント違うな。中国の年節だっけかな、あれと合わせてたから2月だった気がするな。うん、まだ先かもしれません。はい、こういうね、1年に1回しかね、来ないやつ、実績になってるの結構えぐいですよね。はい。パンプキンキラーとかね。はい。まあ、1年に1回、まだね、来るならいいんですよ。この粉属のやつね、これ実績あるのにね、出てこないのマジでどうにかしてほしいです。早く粉属のイベントを復活してください。粉属楽しかったって聞いてるんだよな。はい。まあ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 。まあちょっとね、あくまで予測なので、参考になったらいいかなぐらいのところで、思ってもらえたらと思います。まあ、ほぼほぼね、確実に宝探しイベントは来ると思いますんでね。また、面倒なモンスターアタックをね、頑張っていきましょうという感じですかね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、明日、私、出張で朝が早いので、そう、明日はね、ちょっとね、珍しく、出張の別ロケの出張と、その後ね、夜、お偉い方との忘年会がありまして、それもあってね、ちょっと今日はね、今週は時間をずらさせてもらいました。えーっと、一応、
今週、来週は予定通り火曜日かなに、配信ができる予定ですっていうのと、ちょっと日付も空いちゃうんで、もしね、余力あれば、喉も少しだけね、まあ今日も咳出てるんですけど、少しだけ喉の調子も良くなってきているところもあるような、ないようなので、できればね、土曜日にまた、エボニー配信できたらなと思っています。イメージ的には11時とか11時半ぐらいから始めて、コンスタじゃない、なんだっけ、スローントゥローントゥーロントゥーロンだ、トゥーロン。トゥーロン後位戦を、やりながらね、配信できたら、まあ面白いのかなと。たまには戦場の、ただね、戦場当たり運でね、もうなんかボコボコにされて途中から放送事故になるかもしれないんですけど。はい、以前ね、戦場だとかサーバー戦争のところを見れるといいな、みたいなコメントがあったような気もするので、元気というか、調子が良かったら、喉の調子が良かったら、やるかもしれません。まあ、ダメだったら許してくださいというところで。はい。はい、そんなところでね、今日は、ラストスパートですね。私もまだ残ってます。皆さんもね、まだ、クリアされてない方もいらっしゃるかもしれません。残りね、17時間ちょい。この17時間ちょいで終わっちゃうので、キリがいいところまでしっかり消費還元ね、達成できるように頑張っていきましょう。はい、私は、計35の城壁に着手しました。次の資源消費還元イベントで計36にします。はい。リワードじゃない、資源が大変です。もう鉱石が 6.2B 必要とか言ってます。バカみたい。ね。一番バカみたいなのは、鉱石 6.2B 必要なのに、食料がね、4.6B しか必要としないっていうね、ここですね。ここが本当にどうかと思います。が、はい、なんとかね、今週資源の消費還元また来てくれると、金曜日に来てくれると嬉しいなと思っています。というところで、まあそのね、結果はいかにということで、そう、それもあってね、できれば土曜日にまた配信しようかなというところで、今日の、振り返り配信、まあ振り返り、まだ終わってないから振り返りじゃないね。途中経過、ラストスパートに向けた配信は、これにて終了していきます。またね、はい、基本的には来週の火曜日。もし、調子良ければ、今週の土曜日に、ボニーのプレイ配信していきたいと思いますので、よかったらね、チャンネル登録や高評価、シェアとかをしていただいて、次のね、配信でお会いできたらと思います。はい。ということで、カチャ。ほい。それではね、また、次の配信でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。今日も、皆さんたくさんのコメントや、視聴ありがとうございました。またね、エボにプレイ配信やっていきますので、よろしくお願いします。ということで、今日はこんなところで、おしまいです。おつじゃる様でした。